で日本でこんな美味しい紅茶作れる人いるんだと思って。これが有機栽培の一番の敵。お茶は大好きです。もちろん毎日飲んでる。甘い。甘い？うん。最高としか言いようがない。矢部村のお米なんですけど、一緒に働いてるおばといとこの家が作ってるお米です。今握ってるのが粉末のお茶と桜を炊き込みご飯にしたものです。香りがいいので紅風紀っていう品種の緑茶の粉末を使っています。隣のが煎茶を混ぜ込みご飯にしてます。煎茶を。はい。誰を作らんや。これは何が入ってるんですかね。わらびと揚げだけです。近所の山で取ってきました。千枚って知ってます？どこに生えてるかはよく分かってないですね。でも結構道端の土手、はにあるんですよね。このなんかこう筋が残ってるの分かります。グニグニってした時、噛んでる時に残るらしくて、手際が。もうずっとやってるから。そうですね、これまだ茶の木が小さいんで、どうなんだろう、ちょっと摘んでみないとわからないって感じですね。
どの位置で積むのか。例えばこれを1センチ下げるとこういう古い葉が一緒になるほど入っていってしまうんですね。では今度1センチ上げると今度は摘み取る量が減ってしまう。変質と量でどの位置で摘むのかっていうのを5ミリ上げたり下げたりとか、最初のちょっとテストの摘み取った感じと中の葉っぱの見て、じゃあとりあえずこの高さでいってみようかみたいな。結構下の方までいい葉は生えてるんですね。そうですね。こちらは一芯二葉って言ってまっすぐ伸びてるのが一芯で一葉二葉これくらいで摘むのがなるほどお茶になる。除草剤とかも使ってないので、はい自然にこう作ってるので、どうしても雑草なんかがこう生えてくるので、雑草を取ってそこからかぶせようかというところですね。この通常になってるお茶に混ざったらね、すごい臭いんですよ。私全然今年初めてやし、そんな分かってないですけど、季節労働者で、大阪からなんですけど、農業は好きなんで、農家もおばちゃんも、ほんま、おっちゃんも、そう、手がすごいかっこいいなと思って、ああいう手になりたい。このスタイルも、リスペクト農家のおばちゃんスタイル。みんなほんま、職人は憧れる。すごい量取れますね。はい。これが有機栽培の一番の敵。雑草がどうしてもですね。労力的にはやっぱり普通のところの3倍くらいはかかるんじゃないかなと思います。こういうのがですね、15箇所から6箇所ぐらい、山間部なんで広いところがないので、こういったのが至るところにあるような感じですかね。どちらから来られたんですか？僕は、フランス人ですけど、今ドイツに住んでいる。お茶は大好きです。もちろん毎日飲んでる。毎日。いろいろ。一番好きな、玉緑茶と釜緑茶。まあこのくらい出て、まあ1週間くらい被覆して、それから適材になりますね。お疲れさん。これがこういっぱいなんで、ちょっとそっち引っ張ってもらっていいですか。もうちょい。この黒いやつを巻くのって何か意味あるんですか？被覆をすると、やっぱ日光が当たりにくくなるので、お茶自体が葉緑素をたくさん作るんですよね。なので、お茶の葉っぱが緑になってくる。あと、アミノ酸って旨味成分なんだけど、それが日光に当たるに従ってカテキンに変化してくるんですよね。ちょっと渋み成分に。なので、それを抑えるという効果があります。季節労働者の人がほとんど、でも1ヶ月、2ヶ月もいないですね。もともと興味はあったんですか、農家みたいな。もともと、はい、
お茶がすごい好きで、千代姉さんのお茶をなんか飲む機会があって、で、すごい紅茶だったんですけど、すっごい美味しくて、で、日本でこんな美味しい紅茶作れる人いるんだと思って、ボランティアでいいんで、ちょっと働かせてもらえませんかってメールしたら、全然いいよ、みたいな。もうすごい楽しいし、すっごい勉強になって、でもなんか屋根全体がそれで好きになっちゃって、それで毎年帰ってきてるみたいな感じ、もう実家より帰ってます。起伏してないと旨味もあるんだけど渋みもあって、まろやかなお茶を作ろうと思ったら起伏した方がいいんだけど、これどっちにしても煎茶で摘むんでちょっと余ってるところがあっても大丈夫です。玉露とか煎茶だったら綺麗にかぶせてしまわないといけないんだけど、もう全国的にそんな感じですね今は。美味しいですか？長いんですか？僕まだ今年が2年目とかです。僕とかも神奈川だったんですよ、もともと。ちょっと移住したいなみたいな感じで、なんか田舎の方行きたいっていうので、こっちの方が飛び込みでポンって来て、どうせ田舎に来たんだから農業とか、全然違う仕事だったんで心配はしますよ。結果楽しんでます。そういう環境をやっぱ作ってくれるので素晴らしすぎます。どういう方ですか？答えづらいですね、その質問は。なんか閉めるとこ閉める、遊ぶとき遊ぶって感じですね。でも1年に何日かぐらいしか休みがない感じの中でやってるので、本当お茶が好きなんだなって尊敬しかないです。プリップリした麺ですが、やっぱみずみずしいって感じですよね。これから塩らせされるんだけど。この作業ってどういう？日光に当てて、少しだけ水分を抜いて、ちょっと今プリップリのやつがちょっと柔らかくなるくらいですね。ところです。だいたいどれぐらい置くんですか？いやー、やっぱりその日の、日の強さとか、気温とかですね。一回一回違いますね。やっぱりその目の状態を見て、毎日違いますね。ちょっと甘い香りがしてる。青臭いじゃないですか。そうですね。こう巻いた時とまた違う匂いが。風を送りながらですね、一晩かけて少しずつ水分を抜いていく作業ですね。日光の場合は、ちょっとだけしおれさせるって感じなんだけど、これは水分を 35% から 40% ぐらいはですね、一晩かけて抜いていく、明日揉めるようにですね。巻ってますね。ファンで風を送ってるんで、ここの段階が一番大事なところじゃないですかね。きちんと平均してどの葉っぱも水分を抜いていくというのが一番大事なところですよね。何時間おきかにこう上と天地返しをしたりしてずっと攪拌したりとかやっていきます。ここの作業的には何日ぐらいされるんですか？向こうで摘んで一晩かけて水分を抜いて、次の日にここで揉んで乾燥させるので、
30時間ぐらいかかるんじゃないですかね。紅茶の場合がですね、発酵の段階があるからですね、それと水分を抜く段階があるので、やっぱり手間暇、時間はかかりますよね。ちなみに紅茶をやろうと思った理由ってありますか？まあ緑茶中心の農家なんですけど、中国茶とか、まあ発酵した紅茶も非常に、まあ、香りがいいやつとか、まあ、好きで、緑茶だけじゃなくて八女茶も煎茶玉露とかあるんですけど、八女の高級な発酵茶もあっていいだろうというところで始めたのと、やっぱりいろんな食材に合わせたりとかするんだったら、いろんなお茶があった方が楽しみも増えますよね。そんなことで発酵茶、紅茶を始めました。よもぎまんじゅうっていうんですかね、すごく美味しかったし、お茶もね上品で甘くてすごい美味しかったです、はい、もうね一つ一つが上品でですね、本当になんか繊細なお味で、女性の本当に好みそうなどのメニューも、すっごく美味しかったですね。なんか風流ですよね、田舎ですけどね、遠いけどやっぱり癒されに来てますよ、女性は。お茶は多分もともと面白いものでただ短すぎてもう身近にありすぎるし、毎日飲んでるし興味なかったんですけど、いろんなものを見た時に改めて見ると、お茶ってすごいなんかそれと比べても負けないぐらい面白いものだなって。料理出される時に3種類のお茶はいはい、出されてると思うんですけど、例えば食前は結構遠いで長いドライブした後に席ついてほっとして氷出しの煎茶を飲むとすごい口の中をすっきりさせて、口の中に余韻が残ったままお料理を待って、食中は抹茶入りの玄米茶を出してるんですけど、香ばしい玄米が入ってるので、なんかちょっと食欲をかき立ててくれたり、お抹茶も少しブレンドしてるので、お料理にちょっと負けない、味が負けないくらいので、やっぱり食後はちょっと甘いものと一緒に紅茶を飲みたくなるような口になるので、あまおうとお花見抹茶っていう季節限定のスイーツに乗せてます。めっちゃ美味しいです。お米の味が甘い。甘い？素材の味みたいなのがしっかりしてて、料理の工夫みたいなのがすごく感じます。私このゆかりがついてるやついただいたんですけど、今お茶ともすごい合うし、本当なんかホッとする味、川のこの音と自然の香りとなんか全部が本当マッチしてて最高としか言いようがない。間違いない。間違いないですね。ちょうどいい香りがするんですよ。なんかあんま強くなくて、なんか紅茶のゼリーと美味しいクリームが2層になって全部が美味しい。美味しい木の香りっていうか、このローストした感じの味わいがすごいこの甘さと合うというか、さっきのなんか緑茶はご飯にめっちゃ合う感じだったけど、この紅茶はすごい合います、そのデザートと。だからなんか農園で栽培している茶葉を、はい、販売しているスペースになります。あと煎茶1種類しか今2種類ぐらいしかなくて、
その上にウーロン茶と、あとこの辺は品種ごとに紅茶を、はい、これは2025年は、紅風紀っていう品種と泉っていう品種が、はい、賞をいただきました。お茶をこう飲みながら、好きなお茶を探しながら購入してほしいなと思って、なんかそういう空気を感じながらお茶を飲んだり買える場所になればなと、はい、思ってます。この中央農園どうしていきたいとかなんかありますか？もともとそのすごい不便な場所でお店もしているし、街にはないような豊かな自然とか、ここだから感じれるような、そういう環境だからできるお茶を提供していきたいなと、はい、思っています。